今日はね毛糸を描いてみたいと思います。綺麗な色で毛糸にしては可愛らしい感じがするんですが、今日はねこの可愛らしい毛糸っていうことではなくって、少しねインパクトの強い毛糸を描いてみようかなと思いますね。で今日の紙です。ホワイトアトソンを 3P サイズ、ちょっと横がね細いタイプですね。絵の具の方ですがホルベインです。赤色がピロールレッドクリムソンレーキ、黄色がレモンイエローガンボージーノーバ、緑色がサップグリーン、青色がセルリアンブルーとウルトラマリンディープ、そして茶色がバンタンバ。以上8色で描いてみたいと思います。それではね、まず色見本をね作っていこうかなと思いますね。まずねピロールレッドですね。この純色を置いてみます。赤色でも少し黄色に傾いている感じで、これに少しねガンボージーを足します。こんな感じに、オレンジ色っぽくなるわけですね。今度はねクリムソンレーキの純色を置いてみます。こんな感じですね。でピロールレッドと混ざって、少しこう鮮やかな赤色っていう感じになりますね。クリムソンレーキにセルリアンブルーを足します。そうするとちょっと紫にこう傾いてくるわけですね。でさらにウルトラマリンディープを足しますと、だんだん青っぽい紫色になっていくっていうことですね。花の色はねこの感じでやろうかなと思います。葉っぱなんですが、今日の葉っぱはね明るい緑色なんですが、ちょっと迫力のある絵にしたいので、葉っぱの色はあまり緑っぽくしないっていうことで、ウルトラマリンディープ、そしてバンタンバーを混ぜて、暗い灰色ですね。これにちょっとだけサップグリーンを入れます。そうするとこんな感じのね暗い灰色ですよね。だから場所によってちょっと緑を感じたり、ちょっと青を感じたり、あるいは場所によっては茶色を感じたりっていうことで、要するにこちらの花の色の邪魔をしないっていうスタンスでやっていこうと思います。下書きをしてみますね。で下書きなんですがちょっと細いので、この2本をどういうふうに配置しようかなって思った時に、今日は左上からの光にしときますよ。そうすると主役の花がこちらからこういうふうに出ていきます、ね。でその後ろにもう一個こういうふうにね、配置しようかなと思いますね。すごくねこういうふうにくる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 回っているので、これをそのまま描いてしまうと非常にグロテスクな感じになってしまいますので、大体の塊としてこういうねちょっと平べったくって太い茎をしているんですが、独特ですよね。左下から茎がずっと持ち上がってきて、ここでちょっとねこう枝分かれします。何個かにね。でここにこういう塊としてこうつくわけですね。こんな感じにつくわけです。で葉っぱはねここにいっぱいこう筋目があって、この筋目の一つから葉っぱが出ていくわけですね。こんな風にね非常に変わってますよね。でこういうところからもいっぱいちっちゃい葉っぱがねこう飛び出ています。数限りなくっていうぐらいね出ているわけです。この辺はもう切っちゃってるのでないんですけど、もうずっと葉っぱが密集してるっていう感じなんですね。でこの後ろの花はかなりねここの枝分かれがはっきりしているわけです。この後ろを通ってこういうふうに来て、ここで何個かに枝分かれしてっていうことですね。で一つの分かれから一塊こんな感じでこうついています。
こんな感じだということですね。あんまり丁寧に下書きをしても、その通りに塗る必要はないわけなので、あまりにも丁寧にね下書きをしない方がいいのかなっていう気がします。このくらいにしておきますね。今日は下塗りをあまりしないでやっていこうと思います。暗めのね色で描いちゃうと背景色をバッチリ入れた場合すごく全体が暗くなってしまう恐れがありますので、背景色あまり入れないで早速花の部分に色を入れていきたいと思います。ちょっとだけね花の部分を水で濡らしておきますよ。こんな風にね要するにねきっちり描かないっていうこと、ぼんやり描こうかなと思っていますので、濡らしておきますね。まずガンボージーノーバーですね。こんな感じでね一応あらかじめ入れておきます。でちょっとだけねレモンイエローを外側ですね、この辺りにちょっとね差し込んでおきますね。で、続いてピロールレッドを入れますね。で全部にバサッとつけるんではなくってポツ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 と入れていきます。このポツポツ感が、このくねくねっと曲がったひだのイメージにつながるんじゃないかなと思いますので、バサッと塗らずにポツポツ塗っていきますね。はい、そして今度はクリムソンレーキです。これよりもちょっとね下側ですね、光から遠い方向にポツ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 入れていきますね。これもね。そして、今回ちょっと葉っぱは後回しにしますね。もう一回水筆で周辺部ですね、この辺ちょっとぼかしておいて始末をしておきます。ティッシュでね余分な水分流れていっちゃうようなところは特にね取っておきますね。でまだね当然濡れているわけです。でこの濡れた状態でもうすぐねスパッタリングをしていきますね。まずピロールレッドです。特にねこの縁のあたりですね。真ん中は完全に濡れていますので、今スパッタリングをしても全部にじんでしまって何のためにやったんですかみたいになりますので、縁のまだちょっと色が入っていない辺にやっていきますね。はみ出すぐらいがいいんじゃないかなと思いますね。はい、こんな感じです。じゃあこれでちょっと乾かしますね。はい、まだ完全に乾いてはいないんですが、ここでねちょっと薄めておきますね。飛び出たり引っ込んだりしているわけですね。その飛び出ていると思われる部分、大雑把にねそこのところの絵の具をちょっと削り取っておきますね。この辺がちょっと光ってるかなっていう感じのところをちょこちょここうやって取っておこうと思いますね。特にこの端の方を取るっていうことですよね。そしてこの取りましたその取った横にちっちゃな暗いプツプツを置いていきます。これねクリムソンとセルリアンを混ぜた赤紫ですね。込んだところを、暗く描いていくっていうことです。で実際にそういう風になってるからそんな風にするっていうことではなくって、こういう風な印象ですよね。厳重なものではなくって、こういう細かい作業のある程度連続が欲しいわけです。こんな風に筆数を稼ぐって言いますかね、この一つ一つが筆数に入ってきて充実した雰囲気になるよっていうことですよね。暗いところはこの色でいいんですけど、明るいところのひだひだはピロールレッドをねしっかり入れてこういう風につけられるといいかなと思いますね。でこのプツプツが全部プツプツとして残るんではなくって、
部分的にねわずかにこうやってじわっとこう広がるみたいなことが欲しいかなと思いますね。部分的ににじませるっていう作業をするわけです。非常に細かい作業に見えるんですけどアバウトにやっていますので、そんなにね神経は使わなくてもいいかなっていう気がしますね。要するにこのくねくね感の雰囲気を出そうとしていますよっていうことですね。こうやってねところどころにじませるっていうのがミソかなと思います。じゃあねこれ全体にね同じことをやってみますね。はい、だいぶねプツプツを入れました。プツプツっと書いては少しぼかし、書いてはぼかしを繰り返しています。でここにねここの枝分かれしたところのこの枝ですね、これも同じクリムソンレーキで続けざまにこう筋目を立てています。でここの途中からだんだんこう緑に移っていくわけなんですが、赤色が緑の中にこう混じってくるんですね。でそれをもっと特徴を捉えてクリムソンレーキとサップグリーン両方を一つの筆の中に合わせておいて、時にはクリムソン時にはサップグリーンっていう感じで、筋目を立てますね。もうちょっとサップグリーンのね色が出るようにしてみますね。そして葉っぱなんですが、サップグリーンを強く出さないためにセルリアンブルーとバントアンバーをたくさん混ぜて、ほぼほぼ灰色っていう感じですよね。これもあんまりご丁寧に描かないっていうことが大切かなと思います。でちょっとだけクリムソンを差し込んでおきますね。でしっかりぼかします。ちょっと吸い取っておくんですね、まだらにね。こうやってポツポツこう取っておくとちょっとまだらになるわけです。だからあんまり葉っぱの存在感を強調しないっていうことですよね。でこちらの方の葉っぱはウルトラマリンディープをたくさん投入して暗い青っぽい灰色っていうことでこう描くわけです。ちょっと葉脈も入れてみますよ。そして同じくクリムソンをところどころに差し込みます。そして水筆でぼかします。でぼかしておいちょんちょんと取っておきます。こういうことの繰り返しで、葉っぱも雰囲気だけを捉えて描いていくっていうことをやってみますね。じゃあこちらの部分からここの部分ですね、これもちょっと描いてみようと思います。一応ね鉛筆で下書きをしておいた葉っぱと茎は描きました。でこれだけでは当然ね葉っぱが足りないわけなんです。でもっとたくさんいっぱいついてますよっていうことなんですが、これだけちょっとカラフルに描いてしまうと花が陥没しそうなので、もうちょっとシンプルな色で残りの葉っぱを足していこうかなと思います。セルリアンブルー、バントアンバーですね、ウルトラマリンディープを加えました。緑っぽい灰色ですね。これをちょっとね薄めて使います。あまりね丁寧に描きません。素早く描いていくっていうことですね。
このくらい書き足してみました。いっぺんに書いてしまってあらちょっと書きすぎたわっていうのも困りますのでね。でもうそろそろ花も乾いてきましたので、花の一つずつの塊感っていうのを強調していこうかなと思います。例えばここで枝分かれをしていますよね。この一塊、この一塊、この一塊、さらにこの後ろに一塊っていうことなんです。一塊と一塊の間に暗い影ができるわけです。それをちょっと書いて塊感を強調しようと思いますね。この一塊ですね。これの外側にこういうふうにクリムソン冷気でこう潰しますね。外側からこれをもうここで一塊です。そこの外側をぼかします。ここに一塊、ここに一塊、こちらに一塊っていうことになろうかと思いますね。こちらはもっと細かく分かれているわけですね。ここに一塊、ここに一塊、ここに一塊、そしてここに一塊っていうそういう感じですね。こちらへ伸ばし、こちらへ伸ばし、こちらへ伸ばしっていう感じですね。そして、ここのいらない線も消しますね。ちょっとこう太めに描きました。実際太いのでね。だけど絵の上であんまり太いと格好が悪いので、絵の具をちょっと細くつけていますので、いらない線は消しておきますね。まだちょっと乾いていないので恐る恐る消しています。後から足したこの葉っぱにね、ちょっとだけ葉脈を入れておこうと思います。ランタンバーとウルトラマリンリープでちょっとね暗めの線を描きますよ。この線があるとないとではだいぶね葉っぱだなっていうのが実感できるできないが変わってきますのでね、ちょっと足しておかれるといいかなと思います。はい、これでね今日はもう簡単にね済ましておこうと思います。じゃあここにサインを入れておきますね。完成です。